山内正次郎さん、当時16歳。勤労動員先の金輪島でお昼ごろ帰る指令が出て船で渡り、広島市内へ入りました。朝は何でもない、いい天気でよく晴れて今日も暑くなるんだなという、それだけです。それで当たり前に出発をしまして、そして金島へ着いて、で8時30分が集合時間だから、それまでのゆとり時間を過ごしているわけです。で8時15分といったら、私は集合場所の中央のあたりにね7、8人いたんですよ。であと大抵のものはその近くにある休憩所の中にいて座っているのが多かったんですがね、それで後から考えれば8時15分ですね。熱線がそーっと来てね、光とほっぺたの熱さとか一緒に来て、あれこれは大変だな言うんで防空壕へ駆け込んで、そして伏せていたら、伏せてから10秒ほど経った頃にドッカーンという音がしましてね、それは 4.1 キロ音波が伝わってくるんだから、光は時間ゼロできますからね。だからドカーンとやって、それでじーっと伏せていたらね、もういつまでたっても何のこともないんですよ。そして外でちょいちょい人の声も聞こえるんです。時間もかなり経ったし、人の声も聞こえるじゃない。じゃあ出てみるとね、もう何のこともなくて、次々広場へ集まったらね、煙がこう山になってる。これは南町のガスタンクが爆発したんじゃ。みんながそう言ってたんです。そしたらそれがもくもくもくが大きくなっていくし、そしてキノコ上でもっと高くなっていくし、その雲の間をこう火炎がね、赤い炎がファーッと登ったり、こうやってファーッと登ったりしながらもくもくと成長する。これは一ガスタンクのなんてもんじゃないぞってなことで、とにかくワイワイ何にも分からず、何の指示もない全体がワイワイしてるだけで、それで昼頃になりましたね。帰るぞという指令ですよね。そうか思うて船に乗ってね、で宇品の先の淵崎というところへつけてくれたんです。そこで上陸して篠ノ町まで帰ったらね、漁は倒壊はしていない。それで天井がパッとめくれるとか、窓が壊れるとか、その程度のことはあるんです。でもそれ以上のことがないんです。だからすぐ戻るとね、もうそこで指示されるんです。もう動員先とは全く関係のない差出が出るわけですね。どこどこへ行けとか。私は単独で命じられたんですよね。私には校長先生が附属小学校の一角にここのところおられるから、そこへ行ってすることがあったらせえということだから、かけていくと。そういうことでそこで行ってみると、校長先生はシャツに捨ててこの姿で座っておられたんです。ところがそばには奥様がね、非常に重大なやけどをして寝取られるんですね。でこれは3日ほどで絶命されました。でその横しには孫、おそらく小学校へまだ行ってない4、5歳くらいの女の子でしたかね。これは外傷はないものの極めて重篤な状態でしたね。だからその日の2、3時間のうちにはもう絶命しました。夕方になって暗くなったんですよ。そしたら校長がね、君はもう休めと、ここへもうおらんでるから帰って休めと言われたけれども、そばで命が切れんかいうような奥様が寝ていてね、隣の部屋には売店の主人とお孫さんとの遺体を安置している。そんなところでね、
しかも日が暮れて暗くなってるでしょ。そんなところでもう逃げてしまうのが逃げるに逃げられない。だからまあそう言われてもじーっとしとったんですよ。まあ逃げられまいからね。そしたらどなたか元気のいい少年の人が校長を探しやってきたですよ。でじゃ話しだしたからね、あ、こりゃええわと思ってその場所から離れました。おそらく深夜だろうと。よし、それじゃあわしの行くところは姉が南町小学校にいると。それと隣で幼友達の高橋俊夫君が鶴見町の中電社長宅にいると。この2つを訪ねなきゃいけないというんで、ぶどうをさあ持てるだけ25、6ぐらいは荷をしましてね、そして真っ暗い道をずっと行ったんですよね。そして行って南町の小学校で、ぺっしゃんこになってはいましたけどね、火は回っていなかったの。それでこうずっとこう行きましたら、運動場の隅で蚊帳を釣っていました。蚊帳を釣って、その蚊帳の中に小遣いのおばあさんとそれから姉とが2人で寝ていたんですね。でそこは探しがついて「おいどうだ?」と言ったら、部屋の高いところにあったラジオのスピーカーが飛んできて、それでもう左手が全く感覚がなくて全く動かないんだと。で外傷はないという。あ、それならまあいい方だと。まあ大事にしなさい言うて10日15日房を置いてね、でもこれがいかないぐらいだから寝たままで、小遣いのおばさんは元気だからね、それがダーッと受け取ってね、それじゃあ敏夫さんとかに行くからな、用心しなさいよ言うてから行ったんですけど、ね、とにかく一人いない深夜の道はね、寂しくて電車通りだというのに寂しくて、まあしかしそうやって的場の停留所近くまで行ったらね、人が寝てるんですよね。あ、これ寝てるなんて声をしてもうなるような形で応答しないからね、まあいくつかぶどうを置いてね、こう暗めにこう見るとあそこにも寝てるからね、それでもう行ってみてやったら「ありがとうございます」ってね、腹ばいになって言うからこれ渡してね、また見つかった23人へこう空にしてね、もう早く空にしたいばっかりだからね、空にしてさてまあもう遅くなったからね、早く寮へ帰って休まなければ明日があるからと思って急いで寮へ帰ったと。これがその晩のことですね。まあ私はやや広島市民なんですね、やや。だからその市民の疾患がよくおりますからね、それだとこう接触してみると慰霊の気持ちはもう非常に熱いもんがあるけれどもね、平和運動に対しては非常に黙っているんです。純粋な意味で平和を唱えても所詮どうにもならないじゃないかと。大体日本は第二次世界大戦の時にですね、外国を侵略したというんで随分世界から指弾されて、日本もその非を認めて誤りこれからは平和に進むんだということで立ち上がっておるでしょ。ところが戦争はですね、大平和のために動いてる。で現在でもそうでしょう。アラブの平和、イスラムの繁栄と安定、だからみんなそれぞれ平和を唱えるのはいないんですよ。国の利益不利益とか国際的な力関係とかいうものには打ち勝つことのできない現実があるけれども、それがあってもやはり唱え続けなきゃならない。力にならないかもしれないけれども、行く末の明るさを信じてやる以外にはない、やるべきだと。これが平和へのメッセージです。ですから私も及ばずながら努力したいと思います。